なんだおめえ。だからせいちゃん、ここ行けよ。むしろそれが個性になるんじゃないかな。こちら L です。どうぞ。ルースチャーハンまっしぐらで。もっともっと逆に偏りたくなっちゃった。僕はコックになんかなりたくなかったし。気持ち悪い、いらねえ、めんどくせえ。じゃあバカでしょ。なんか友達全然いないです。はみ出してもいいから自分でやりたいことやりたい。M で L で、こちらもちっちゃい S です。入り口入った時からもううまそうな匂いがしてたんで。その代わりこっちは本気でやんねえとバカにされるよ。本気でやってねえとバカにされちゃうんですよ。なんてだ。うまそうですね。メジャーな人にメジャーなところでメジャーな発言してもらうとメジャーにはなりますよね。よろしければ皆さんで試食程度にと思ってちょっとプロのお店に持ってくるのも幅されるんですが、すいません。すいません、よろしければ。台湾の小籠包みたいに中に肉汁が結構詰まった餃子になってまして、はい。近代宝の小籠包食ったよ俺。あ、本当ですか？美味しいですよね。まあ何十年前だろう。もう3、40年、40年、日本でまだこんなに支店ができたりとか、フラッグシップができたりとか、それ以前のもっと前なんだけど、まだ台湾がそこまでこう、なんつうんだろう、昔の日本みたいな感じの頃、なぜか知んないけど懐かしいなと思って、すげえ好きだったんだけど、台北の市場なんか行ったらさ、路地のところにさ、おばちゃんが一番奥にさ、ベーン座ってて、で鳥ガーン閉めて、すげえとこだったんで、あれはショックだったけど、おおすげえみたいな。目の前でやりますからね。やりますかね。ルースチャーハンが一番有名なんで、だから必ず朝これやるんですよ。ももとバラを合わせたやつをとりあえず片手でおろして数に切っていってっていう仕込みを必ずもうほぼ毎日しますね。だからこんな田舎でねよくそれが続くなと思ってすごい感謝してるんですけど、本当にすごい人気ですよね、このルースチャーハンってね。だからおかげさまでね、だからそういうふうになってもらえるんで、まあこういうことは面倒くせえけど続けなくちゃダメなんだ僕は東京に仕事行った先のお店がやってたんですね。それでそこで教えてもらって、で僕はもともとファッション業界にいた人間なんで。だから奥の洋服なんかも、あ、そうなんですね。僕もともと洋服業界にいた人間なんで、それでうちはこういう箱があったんで、じゃあファッションデザイナーで目が出ねえから継がしてもらえるかねっつったら大変だからやめろって言われたんだけど、もうだから僕は全然料理学校も出てないし。どの辺でやるんですか？亀有のあの辺ですね。下町ですよね。あれかな、一番最後はリーマンの時だったかな。あれでダメになっちゃってね。ちなみに何ていうお店？来週券っていう店です。来週券。はい。ただもうそこんちはもうそこでうちはルースとかこういうの教わったんだけど、その頃教わったそのレシピでやってるのはもう多分弟子としては僕だけじゃないかな。今だってそうだけどめちゃくちゃ大変ですね。
何年ぐらいそちらで勉強されたんですか？3年ぐらいかな、僕は。であと2年ぐらい経営の勉強して帰ってくる予定だったんですけど、だけどまあここが区画整理になっちゃうっていうんで、じゃあ帰ってこいっていうんで経営の勉強を省いて帰ってきちゃったんですよね。25でこっち帰ってきたから、今年56なんで31年目、おかげさんでそこまでね。すごい。本当はファッションデザイナーのやつ東京へ出たんだけど、結局それじゃなかなかダメで、だからもともと僕は学校も出てないし、だからこう料理は現場の叩き上げで職人になった人なんで、だからあんまりこう料理業界の人にもはったりが効かねえっつうか一匹狼なんで。なるほど。だからいまだに洋服屋の方の友達の方が多いかな。そうですか。でもね、洋服屋の友達のおかげで当時のファッションリーダーだったりとか、インフルエンサーだとか、そういう立場の子たちが留守名誉って話で、それがみんな僕の友達だったりとかそういうふうにしたんで、言ってくれた第一人者のあれなんかは今日本のメディアクリエイターで多分日本一有名なハイロックってやつがいるんだけど、彼はもともとそのエイプって知ってます？もちろんです。あの2号っていうでしょ。2号くんは地元っ子じゃないですか。あ、そうなんですか？で僕らがやってたところにもこうやって遊びに学生の頃から遊びに来たりとか、なんか洋服買ってくれたりとかしてた中でそのところで一緒に働いたのがそのハイロックっていうで、彼なんかがだから最初にだからうめえって言ってくれたのがもう本当にメジャーになるきっかけ、まあ、メジャーな人にやっぱりメジャーなところでメジャーな発言してもらうとメジャーにはなりますよね。すごいですね。だから洋服の方の友達がいてくれてよかったなっていう、まず感謝です、まあ、そこがきっかけでバーンって広がっていったので。お肉もすごい丁寧に。でこの取った背わたはだからスープでまた出汁取れるんで、地産地消でやってるから、まあ、県産にこだわってっていうので、お得の餃子なんかやっぱりその背脂なんかいっぱい入れて、その油にしてるわけ。もちろん、ね、やっぱりそうだよね。うちの餃子だから逆に言うともうその逆かね、なるべくさっぱりさっぱり。そうですよね。すごい美味しかったです。すごい野菜たっぷりの餃子ですよね。その修行されてた時とか結構厳しかったんじゃないですか？めちゃめちゃ厳しかったですね昔ですからね。今だったら多分労働基準なんとかで引っかかって訴えられるでしょうね。はい、今の人だったら訴えちゃうと思いますよね。あまりにきついんで。私はそういうのでやっぱり職人っていうのは仕事を身につけていったの当たり前っていうか俺はそれが職人だと思ってるんだけど、今の人たちは職人じゃなくて料理人だよね。この間もね、お客さんの中でうちの息子が料理学校行ってて週からやりたくて、まあ、勉強してるって言ってたから、それでお宅のところへ弟子入りさせてもらって言われたんですよ。だけどね、俺やめた方がいいって言って、学校まで出てね俺みたいな人にくっつくのはねもったいないっつって、僕ら職人なんですよ。毎日毎日これ同じことを飽きずに繰り返しやるのがやっぱり職人なんですよね。料理人っつうのそうじゃないでしょ。何がやっぱり新しいもの最先端追求していくじゃないですか。でそれがために学校行くわけでしょ。技術を覚えてる、だから僕らみたいに現場で叩き上げられて毎日毎日その同じものをこうずっと伝統の味を守ってこうやっていくっていうのは料理人っていう職人ですよ。なるほど。だから僕みたいなのにつかない方がいいって言って、もったいないから学校出た意味がないからマスターのところでもすごく勉強になると思うんですけど。いや、ならないと思いますよそうなんですか、だって大した仕事してないですからね。ただそれをもうコツコツ毎日できるかどうかっていう、そこなんですよ。一番大変じゃないですか。そう、世の中も変わる中でどうやったら変わらないでそれをこうやれるかっていうのが職人の腕だから。でしかも僕らの頃なんかそれでね、お玉でちょっとなんかなんていうんだお客さんの目の前でやられるお客さんびっくりしました今だと大問題ですね。大問題ですよ。僕いろんなお店回ってるんですけど、ファッションから料理の世界にっていう方は初めてお会いしました。あ、そうですか。だからコックになりたくてなった人がほとんどです。普通でしょ、それが。僕はコックになんかなりたくなかった人だから親の仕事見ててこんなやりじゃねえ仕事ねえと思ってたぐらいだけどね、何がどうこうで
人生なんて分かんないもんで、ファッションデザイナーとしては芽が出ない。結局世の中の人はルースチャーンで僕のことを認めてくれてね、それでもう35年もこうやってありがたい話に続かってこうやって飯が食えてる食わしてもらってるわけです。この間も洋服屋の友達と話したんだけど、俺さ洋服では自分のブランド持てなかったけどさ、食い物業界のブランド持ってたんで、まあまあ人生としては成功かねみたいな話してたんで、よかったかねみたいな。長い間飯食わさせてもらえる人なんて、そうどんな業界にだってねそんなにはいないからね、まあよかったかね幸せだったかねっつって。場所もすごいこう住宅街の中でそう分かりづらいしね、お客さんもついてきてくれてありがたい話だよね。すごいですよね。ルース以外だとなんかどんなものがよく出るとか。田舎なんか特にそうだけど人手不足もずっと悩みであって、だからもう経営の仕方を変えないとやっぱり個人なんてはもう持たねえなと思って、前は人使ってねもっといっぱいメニューがっつらメニューやってで宴会なんかもやったりしてなんかそういうのやったんだけど全然合わなくなっちゃって、で結局人も集まらないし、そういうんでまた経費もかかるでしょ。人募集するのにタダじゃねえし、そういう経費を1年2年3年なんて続けていくとバカみたいな経費になっていっちゃってもうアホらしくなって、まあだったらもう小規模でもっとその専門性を高くして、そういう店の方がやっぱりこれから地方もそうだけど個人っていうのはそれの方がいいのかなと思って、でもう絞っちゃったんですよ。だからほとんどうち今ルースとラーメンと餃子ってこの3つがやっぱりメインでやれるように、料理人じゃないんで新しい料理を開発するとかそういうんじゃなくて、いかにその伝統とかそういう味をこうキープしていけるか、うちみたいな店のある意味使命じゃないけど、なんかなみたいな感じで。だからラーメンもうちの親父とおふくろが始めた頃のラーメンのレシピと全くほぼ同じ、まあ、若干アップデートはしてます、だけどベースになることは一切書いてないんで、もうだからもう50年前のその昔よく日本で言ったその品そばって、それですよね。そうですか、あと餃子もだからうちの親父がもともとね和菓子の職人なんで、ちょっとこう普通に作る餃子のセオリーとは違う餃子の作り方をずっとやってたんですね。それをずっと30年僕横目でずっと見てて、親父が死ぬまでこれ手出さなかったから、下手すれば餃子屋さんでさえそこそこうめえよって言ってくれるぐらいのものができてるわけだから、だからこれはセオリーとか何も本当意味ねえんじゃねえかって思い出して、だったらその親父にやってたの一般的なセオリーから考えるとダメでしょっていうことをやり続けた方がいいかなとなると、結局仕込んである程度形にするまで8時間ぐらい一人でやっとかかっちゃうから、もう月曜日だからお休みさせてもらって、大体1週間分仕込んで、ちょっとセオリーと違うっていうのはどんな感じ？練っちゃうんですよ。練っちゃう？あんこ練っちゃうんですよ。だから要するに和菓子のあんこと一緒ですよ。練っちゃうんですよ。普通練らないでしょ。練ると水が出ちゃうから絶対やらないでしょ。だけど10年20年経つんですよ。それでもお客さんがそれでうめえって言うんだから、俺はやっぱり間違いじゃねえんだな、一つのこれ正解なんだな。そうですね、むしろそれがだからやっぱり個性になるんじゃないかな、いや本当そうだと思います、だからそういう感覚をこう素直に持てたっていうのは僕は料理人じゃなかったからなんですよね。知識を勉強してそこから入っていった人じゃないんで、まっさらから行って現場で叩き上げられたり、基本的にはやっぱり服が好きな人だから、そういうのを素直に受け入れちゃう、それが逆に良かったんじゃないか。なんか友達全然いないです料理業界そうですか、まあ、いなくてもいいやって言うんですで、これはだから一回凍らして、お昼過ぎにみんなスライスして、この筋に沿ってスライスして、すごい厨房も綺麗ですね。これは結構うちの親父の代からやっぱり自宅なんで、やっぱり自宅なんで汚いの嫌じゃないですかもうよく言うんだけど、この商売、仕込みと掃除がなかったら最高の商売なんです。そうですねその2つがね、この商売8割ぐらいはそれに使ってますもんね
自然なで、しかも地元産だから、あ、こんないいことはねえだろ。スープもすごい綺麗な色ですね。別にうちはね、特別なことやってないの。ゆっくり沸かせばスープってのは透き通ってくるんですよ、時間をかけてゆっくりやると、だからそれを別にセオリーを守ってるわけで、こういうものとか、みんなだからスープの中のものは全て県産で、トマトにいろいろ入ってるとトマトにして。トマトって珍しいですね。あ、そうですか。はい。昔からそうやってたんで。僕波乗りやってるんですけど。あ、そうなんですね。波乗りがやっぱり同じなんですよ。やっぱりもう理屈じゃないんですよ。体で覚える以外にもうまくなることじゃないんですよ。今ぐらいの時期でも行かれるんですか。まあもう一年中。あ、一年中冬も。まあ冬だって雪を降ったって波が乗れる波なら雪が降ったって。そうですか。バカでしょ。ここ面白い。はい、お願いします。
それでも。あとルース L とチャーハンお願いいたします。じゃあラーメンですね。お待たせしました。置かせてください。熱いから気をつけて。はい、失礼します。これが M2 個です。M のはい、はい、あと1個 L ね。こちら L です。どうぞお待たせしました。よかったらちょっと待ってください。残ってから残ってからどうぞ。
こちら M で L でこちらもちっちゃい S です。はいどうぞ。M2 個お願いします。だけどあれかね、今の若い子ってそのくらい夢中になれることがあるかね。情報が多すぎちゃって、そうですね、何をどうしていいかが多分逆に言うと根っこがなくなっちゃう。逆に言うと僕なんか情報いらないんですよ。余分な情報いらねえ、むしろあると困る。ではみ出してもいいから自分でやりたいことやりたい、今の時代になってみてもやっぱりそれは変わんなかったね。でこんだけ SNS とかさ、こういう時代になって自分自身も変わるかなと思うけど、逆にむしろもっともっと逆にこう偏りたくなっちゃったへそ曲がりなんで、だからそれの方が逆に個性も出るし面白いし、ほら今の世の中って弾きたがるでしょ。あまりに突出した個性が気持ち悪いみたいな、いらねえみたいな、面倒くせえみたいな、そうかもしれないですね。そういう風潮なくしてほしいよね。それはそれでいいじゃん。ほっといてよ。メジャーはやだ。やっぱりマイナーでいい。インディーズでいたい。その代わりこっちは本気でやんねえとバカにされるよ。インディーズってそうだから。メジャーっていうのは忖度なんですよ。まあそれなりに金も使うし、何もいろんなもの使ってそういうことしていかなきゃいけないんで忖度しなきゃいけない。インディーズって忖度しなくて何のルールもなくて本気でやってねえとバカにされちゃうんですよ。なんだおめえっつって。だからせいじゃんこう行けよって。インディーズってそうなんですよ。だけど本気でやってると、多分やっぱ本物なんですよ。そうですね、わかりますよね。見てると、もう年も年だし、欲もねえし、そうなりてえなと。だから僕別にだから恨みはないんで、取ってくれるって言われありがとうございます。うちみたいに本当に言って、すいませんお願いしますって別に言いますけど、自分から何かありがとうございます。ブルース M 一つお願いいたします。はい、ありがとうございます。
さ。美味しそうですね。あとルース M 一つ L 一つお願いいたします。はい。お待たせしました。ルースチャーハンです。高校時代からちょっとこの辺で2、30回、そんなにでも多くはない方だと思うんですけど、30何年前。そうなんです。はい。ルースチャーハンをまっしぐらで。じゃルースチャーハンをめがけて。そうですね。味が変わってなかったなという不変の美味しさでございました。30年前からルースチャーハンってあったんですか？ありました。はい。同じですね。当時のままでした。やっぱ味ですかね。この味がちょっと欲すると言いますか。末永くこれが食べられるように頑張ってください。応援してます。すみません。いただきます。はい。めちゃくちゃうまそうですよね。うまそうですね。お水入れましょうか。はい、入りました。今日お店は何回目なんですか？初めてです。いつも決まったところだとつまんなくなっちゃうんで、お昼とかは目新しいものとか食べようねっていうので、高崎で普段仕事してるんですけれども、ちょっと今日は前橋に足を伸ばして、食べに来たっていうところですね。ルースチャーハン、ルースチャーハン、お店の奥さんがほとんど9割ぐらいは頼むっていうことで、初めてだったので、何がおすすめですかって言ったら、もうすぐ、入り口入った時からもううまそうな匂いがしてたんで、釣られて頼んだっていう感じですね。実際にとっても美味しかったっていう、美味しさはもちろん抜群だったんで、
でそれが一番だと思うんですけど、おかみさんだったりそうだしもうそうなんですけど、やっぱり気さくな感じ、細かいところに手が届くというか、お水ちょっとなくなったらすぐ入ってくれたりとか、近くの美味しいパン屋さんなんかないですかって言ったらここがおすすめよハード系よとか、やっぱりそういうコミュニケーションをしながら、また来たいな、サービスいいなって思わせてくれるところもまた一つこの菊屋食堂さんの良さなんじゃないですかね。ちなみにじゃあこの後パン屋さんに。そうですね、今勧めてもらったんで行ってこようと思います。トムソーヤっていうパン屋さんみたいで、はい、とんでもなくうまかったです。また来ます。よろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。あとルースタンメンはどういう。ルースチャーハンにかかる頭とは少しちょっとタレが違って、だから味も若干違うんですよね。どっちかというととろみも強くて、そっちが好きっていう人もいるんだけど、それをご飯の上に、白いご飯の上にかけた中華丼みたいにしてかけて食べると結構それはそれで美味しいんで、そっちの方が好きっていう人も中にいるんですけど、それをそばの上に乗せたやつがルースタンメン。ただ一応商標取ってるんで、なんかルースも使っちゃえば、一応うちのオリジナルってことにしちゃって、ルースタンメンルースチャーハンってしちゃってるんですけど。R はそうなんです。はい、舞台糸っていうんで商標登録。なんで舞台糸かっつうと、偶然重なったんだけど、前橋っていうところが昔は生糸の産地で、富岡もそうなんだけど、それでおしゃれな人多かったんですよ。昔カツレツとかカツっていうのがものすごくモダンな食べ物だった。それで豚肉が発達して、生糸の他には豚肉だよねっていうんで、豚っていうのがそれ一つ町のそのシンボルである。あと糸もシンボルである。それたまたまね、富岡製糸場がね、世界遺産になったんですよ。でそれも全部タイミングがあったんで、豚糸にして、でそれをあえてもう薄って読ましちゃえばいいやみたいな、そういうアイデアで、それで豚糸で取ったんです。そういう意味でさっきも言ったけど、洋服では自分で、ブランドを持てなかったけど、食べ物でね、ルースっていうブランドを持てたんで、そうですね。人生としてはそこそこでよかったかな。素晴らしいですね、本当に。それは別に自分がどうのこうのじゃなくて、それを食べてくれて美味しいって言ってくれたお客さんのおかげなんだけど。
どうしましょう。あっちはねパタゴニアコーナー。そうですよね、すごいですよね。みんな大体ヴィンテージですね。ちょっと見せていただく。で構えずどうしますか。こっちはパタゴニアですね。こういうのがみんな廃盤になっちゃったんですよね。例えばこういうパタゴニアのレトロ X カーディガンとか、こういうのはみんな廃盤になっちゃったんで、結構今やっぱりファンの間じゃやばいんじゃないかな。今はもうこういう手羽の立ち方してないんですよね。すごいしっかりしますね。そうそうそう。2003年ぐらいまでのパタゴニアのヴィンテージの T シャツですね。もうこういうのもほらみんなその方で、その時しか作んないから、みんなだからもうこういうのもないですよね。古いいいデザイン、絵柄だけでも可愛いっていう。可愛いですね。サーファーのこれなんかは僕はちょっと一番結構お気に入りなんだけど、いいアートですよね。すごい。これ T シャツだと大体おいくらぐらい？これがね今ね大体1万5,000円ぐらい、1万円から1万5,000円ぐらい、年代によってちょっとばらつきがあるけど、あと何年かして寝かしておけば2万3万すぐなっちゃうんで、しかもほらうちデッドストックしか売らないんですよ。中古ないんですよ。だから古着屋じゃなくてちゃんと新品を現行のものと古いものとそういうのをデッドストックでしか売らないっていうのがこれはね。うわー、おしゃれですね。革のセット。すごい。まず90年代の多分もう作ってないモデル、セバコで有名なビーフロールっつって、このところが牛肉縛ったような、そうです。これがもう有名なんですよ。一応ここにハッシュタグニューディフェンスって書いてあって、これ検索してもらえば大体もううちのあれしか出てこないんですよ。なんでそこでなんだろう、押してもらってチェックしてもらって、それでそこにうちのお店の機械の電話番号入ってるんで。そうですか。インディーズでどうしてもやりたいんで、本当に好きな人のために手渡したいっていう品物だから、逆に言うと究極でやりたい。そうじゃないとインディーズでやってて下手なことやるとなんだお前みたいな、ダセえじゃんみたいな話になっちゃうんで、今後お店をどういうふうにしていきたいとか考えてることがありますか？どんどんちっちゃくしていく。コンパクトに1品で100食、メニュー1品だけで、しかも100食限定。それってもう究極だと思うんですよ。そうですね。個人の商売の多分これからの一番最終的な形のスタイルなんじゃないかな。そうですね。それがだから本当に究極の商売っていうか、例えば安定もするし、かかるコストも計算できるし、あとはコンパクトにすれば食品ロスも出るわけです。だから本当はそれが一番ベストでベストなんですね。それは理想としてそういう形に近づいていきたいな。その代わり本気でやんねえとバカにされるだけなんで。基礎体力落ちちゃうとサーフィンでもアウトになって、月曜日10キロ走って、この周り10キロ走って、で火曜日はプール行って2時間もノンストップで。だからそれやんないともうサーフィンにならないんですよ。もう手が足だから。でそれで漕いで大きいんですよ。で漕いでスピードつけて波に合わせてスピードつけて、で立って乗るわけだから。上半身も基本的なもう体力のいいと。